おはようございます。本日は2023年の12月30日、年の暮れですね。年越し企画です。ただいまの成田空港第1ターミナル、46番搭乗口付近です。真正面に見やすシンガポール航空。こちらですね。まずはシンガポールに向かいます。着きました。初めて乗りますね。エアバスの380です。2階建てのやつ。これはね、2階は全部ビジネスクラス以上ってやつですよ。車内エコノミーは343という配置です。最新鋭なので、ね、まあ広いっすね。で、足元に電源があるのかって話なんだけど、見えるかな。ここにね、コンセント、別途 USB の A タイプですけど、あとは、なんかね、軽くスマホ入れたりとか、こんな感じのテーブルの他にちょっとカップホルダーみたいな、新しくていいんじゃないでしょうか。で、多分7時間ぐらい使うと思います。じゃあシンガポールチキンはビーフと言われまして、ビーフを頼んだらビーフカレーです。ジャパニーズスタイルのカレー、それからパン、そば、炭水化物が多い感じですね。チャンギン空港に着きました。暑いな、はい、30度ぐらいあるんじゃないかと思います。まあ中入っちゃえば涼しいんですけどね、はい、じゃあ乗り換えの方していきたいと思います。はい、ラウンジで飯を食ってから行きます。多分ね、次のフライトは短いんで大したもの出ないと思いますので、ここは、スターラゴールドメンバーが入れるクリスフライヤーゴールドラウンジです。はい、じゃあまずね、天津類をいただきます。これではい、これがね、お兄さんがいて作ってくれるラクサです。いただきます。ターミナル2でね、スカイトレインにしますけど、これね、先頭を確保しました。はい、ジュエルの秋音を、ね、合わせてお送りしようと思います。してくれるのがいいですよね。これがシンガポールウェブスの10です。はい、じゃあセキュリティ抜けてね、登場ですね。あと45分。はい、これからペナン島に向かいます。はい、ペナ駅乗り込んだ機材ね。737ですね、ボーイング。はい、737で3列3列。だからね、一番後ろ使えないんですよ。はい、1時間ちょっとのフライトですけどね、ホットミールが配られました。軽食ではあるんですけど、熱々のピザです。さすが S92 です。はい、ペナン着きました。8時20分ですね。まあほぼ帝国通りのところですね。いや、ほんと。あとはここから入国です。はい、入国完了しました。30分ぐらいかかったんですけどね、一番時間かかったの税関でしたね。はい、じゃあちょっとマレーシアリンギットを手に入れてからグラブで行きたいと思います。はい、はい、それじゃあね、そこの ATM で290リンギット下ろしまして、でグラブでタクシーを呼びました。
なんか15分とかかかるみたいですね。すぐに捕まるわけではないよ。まあ15分なら13分だったな。15分だったら一応許容範囲じゃないかと思います。で、現金しか使えないみたいなので、なんかカードの登録もうまくいかなくてですね、現金しか使えないので、まあお金をちょっとね下ろして細かいのを作りました。この辺がピックアップポイントみたいですけどもね、めちゃめちゃ混んでる。あとはこのね番号を頼りに行くしかないですよ。はい、カオスだったですけども、とりあえずなんとかピックアップできました。グラブっていうのはね、マレーシアが本場なんで、一応ね空港にもピックアップポイントちゃんと設定はしてありますね。はい、ホテルジェン着きました。やはりアジアにっていうか外国にありがちな、まだクリスマス雰囲気ですね。いい感じのホテルだと思います。紹介はまた後ほど。はい、それじゃあね、もう夜も遅いですけれども、ホテルジェンペナン、クラブデラックスです。はい、クラブデラックス、まあ割と綺麗ですね。やっぱね、もともとシャングリラだったのがちょっとリブランドっていうかねしてシャングリラグループのジェンホテルになったそうです。はい、キングサイズのベッド、そしてバカでかいですねこれね。50型ぐらいありそうな液晶テレビ、そして、カウチがありまして、テーブルもあります。はい、眺めはねちょっとね、今雨が降ってちょっと上がりにくいんですけどもね、まあまあ見えるんじゃないでしょうか。はい、USB とコンセントがきちんとありますね、ベッドサイドに。こういうのは大事ですよ。はい。で、ミニバーといってもあんまりないですね。これね、無料のお菓子がついてました。ポットがあって水がありますね。あげますと、コーヒー、紅茶。この辺はただ揃っています。はい。はい、クローゼットには、セーフティーボックス。それからこんな感じですね。はい。スリッパもあります。アイロンもあります。ドライヤーもちゃんとありますね。はい。そして、戻って、冷蔵庫は空っぽです。はい。じゃあ水回りですね。コンパクトですけどもね、すごい綺麗ですね。はい。アメニティも揃ってます。ちゃんとジェンと書いてありますね。オリジナルのもの。歯ブラシも揃ってます。トイレとシャワールームというかバスタブありますね。まあ、一体型ですけれどもバスタブがあるのは嬉しいですね。はい、トイレにはなぜか簡易的なウォシュレットの装置がありますね。嬉しいですね。おしゃれですよね。こういうタイルのあたりとか。はい。じゃあこんなところで。はい。それじゃあね、夜も遅いんで今日はそのまま寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日はね、明けて12月31日大晦日の朝ですね。ホテルからの眺めですけれども、こんな感じです。海が見えますね。北側を向いてるんで。まあ国際的にね、有名な、というか重要な航路の近くので、コンテナ船とかも通ってたりしてます。じゃあこれから朝飯に行きます。はい、ラウンジで朝飯いただきます。なんかね、メインの台に混むって話なんで。はい、スイミングプールですね。あまり大きくはないですけれども。2メートル。2メートルがすごいな。足使わないって感じですね。まあ、そろそろ人がいらっしゃいますね。はい。
ナシカンダールいくらかよくわかんないんだけどまあ後でね、多分ナシカンダールこれ10って書いてあるから10リンギだったと思う。でタイのぶっかけ飯みたいな感じでカレーを選んで、あと具を選んで、まああと残りはカレーかけるっていう、そういうカレーライスです。はい、いただきます。はい、それじゃあね、いただきました。ロティも美味しかったですしね。いや、冷めてるんだけどすごく味があって美味しかったですよ。はい、辛いカレー食った後はデザートになってました。なんかね、お汁粉みたいなあったかいお汁粉ぜんざいですね。はい、これがねココナッツタピオカですね。こっちが芋ボールがメインの繊維芋せんってやつです。はい、いただきます。はい、明けましておめでとうございます。真上からトップオブペなんですね、ビルね。そこからね、横向きに花火上げてるんですよね。なかなか見られない光景だと思います。昨日の夜はですね、このビルから花火上げてましたね。ものすごい音がしましたけれども。はい。ちょっと画像が撮れてるかどうかわかんないんですけど、花火が綺麗でした。今ね、時間は午前8時前ですね。涼しいうちに洗濯に行きたいと思います。はい、正月早々ですね、ランドリーに来ました。空いてますね。サイズに応じて料金が変わる仕組みになってまして、とりあえずですね、ここ現金はそのまま使えないので、奥にありますここの、お金をトークンに変える機械でトークンに変えてですね、お釣りは出ません。はい、それで、とりあえず洗濯がね6リンギとか7リンギ温度によって変わるようです。それが終わったら乾燥機、これはね、24分で4リンギ2回回さなきゃいけないかな、ちょっとわかんないんですけれども、そうすると全部で14リンギとなりますかね。洗濯1回500円ぐらいですか。はい、こんな感じです。はい、ジョージタウンのね旧市街ということで割とねいい感じですよ。正月の朝で何もやってないっていうのはあるんですけどね。はい、伝統的な街に世界遺産の街です。はい、それじゃね洗濯を終えて、宿に戻ってきました。荷造りをして宿を移動します。はい、おしゃれなホテル着きました。ナムケンホテルですね。ただ今ねまだ、11時前なんでお部屋には入れてもらえません。荷物をピックアップ預けて、2時ぐらいまでね、チェックイン時間までちょっと時間を潰したいと思います。ホテルの紹介は後ほど。なかなかいい感じのホテルですね。はい、じゃあですね、クラブに乗って13リンギ、それでこのシュウさんの大福屋の前に着きましたね。ガーニーパラゴンというショッピングセンターです。小綺麗な、なかなかいいんじゃないでしょうか。何があるのかちょっとわかんないですけどもね、最初のホテルのそばのねショッピングセンターなかなか寂れてましたけどね、ここは綺麗なところです。はい、じゃあここでちょっと時間潰します。スタンダードチャータードマークのねディスプレイですね。いいですね、年末っぽい感じで灯籠風ですけど、はい、それじゃあね、新年一発目の外食は、
ハンバーガーです。これね、広東ハンバーガーっていうやつね。なんか鴨肉が入ってると思う。鴨肉のペーストなのか鴨肉が入ってるかはちょっとわからないです。これがチーズバーガーですね。サイドもあってドリンクフリーフローじゃないかと思います。おかわりに行って怒られたらちょっとごめんなさいという感じでいただきます。はい、それじゃあね、南京ホテルというとね、なんかトコジラミのイメージがあるんですけれども、名前が、ちょっといないことを祈ってですね。はい、いい感じのホテルですね。ジョージタウンの旧市街。はい、ダブルベッド。調度品がね、アンティークな感じがしていいですね。お湯がある。ひょっとしてこれは違うな。わかりますね。ポット2つあるの。お湯沸かすポットとお茶入れるやつの2種類なような気がします。水も2本入ってますね。はい。なかなか味のある椅子。それから机ですね。はい。テレビがあります。東芝です。そして、窓はね、ホテルの前の道路に面してます。タンスとかもなかなかいい味出してますよ。はい。で、クローゼット。これもなんかすごいな。衣装ダンスみたいなやつがありまして、スリッパもちゃんとありますね。そして、セキュリティボックスもあります。冷蔵庫はここかな。冷蔵庫ありました。空っぽですね。はい。水回りです。バスタブはありませんが、ちゃんとしたシャワールーム。そしてね、トイレ。そして洗面台。コンパクトですけれども、本当に綺麗ですね。なんとね、ハンドシャワーと、固定式シャワー両方あるっていうのがいいですね。洗面台。コンパクトで。ね。フレンドグラスが置いてあったりします。こういう感じのウィンティも揃ってます。はい。以上、お部屋紹介でした。じゃあトップで入りました。こんな感じです。はい。いいっすね。はい。まずね、お茶を頼みます。お茶とかドリンクとか。あとはね、そこに回ってるワゴンとか。あとでもチャーシューパオとかはあっちでもらうみたいですね。はい。はい、まずこれシューマイですね。はい。それからこれがハーカウです。エビ餃子。はい。先ほど最初に頼んだ、チャーシューパオでお茶ですね。これプーアール茶です。まだちょっと出てないですね。はい、いただきます。このね、輝くエッグタルト、ターダツですね。はい。あとこれごま団子。やけどして危険なのでちゃんとハサミ入れてくれてますね。はい。じゃあ甘いものを2つ食べて。はい。朝のジョージタウンです。ここはね、割と大通りであれですけど。いや、ですけど。一歩入ったね。このホテルもすごいですね。ここに、泊まってるホテルがあります。そしてね、この通りをシントラ通りっていうんですね。ウェブシントラ書いてあります。名前がですね、日本鴎外と書いてあります。ポルトガル人がうんぬんということがちょっと書いてありますね。はい。これですよ。見てくださいね。なんでこんな日本街みたいな名前がついたかというと、19世紀に、これですね、日本の芸妓さんがここにいたからというこ
そうなんですね。この通りは要は風俗街だったということですね。19世紀、明治時代だと思うんですけれども、明治時代の頭ぐらいまではですね、いわゆる唐行さんというような人もたくさんおりまして、で、この辺でね、商売をされていたということですね。で、ここにおしゃれなカフェがありますけれどもね、冷気理髪所、これも明らかにそういう風俗店だったので、半ば売られてきたような日本人がですね、この辺のここにもね、床屋さんありまして、もうこの辺のね、アジアにおける床屋っていうのは半分風俗みたいなもんですから、じゃあ昼はね、近くの持ち帰りのハイナンチーハン屋さん用のところでローストを1個とスチームを1個と思いました。これローストですね。カオマンガイですけれども、タイでは割とロースト珍しいんですよ。なんでいただきたいと思います。チャーハンとね、シャークイッティオ、パッタイみたいなやつですね。頼みました。これね、両方とも汁物じゃないんで、持って帰って部屋で食います。ね。はい。こちらね、チャークイッティアを、炒めたクイッティアをということで、タイで言うとパッタイに近いと思います。そして、クラブミートということでね、カニ肉が入ってますね。カニ肉と卵のパッタイ。これで13だったかな。卵がね、何ですか、ダックの卵だったりするんですよ。いきます。はい、おはようございます。本日は1月3日。もうマレーシア5日目ですね。今日は、マレーシアを出国してシンガポールに向かいます。まず朝食行きます。はい、最終日の朝食ですけどね。置いてあるもの自体は昨日と全く一緒です。昨日はナシカンダールで、今日はロティにしました。いただきます。はい、まず出国ですね。それからセキュリティを抜けて、こちら搭乗ゲートの方に来ました。搭乗まであと1時間、出発まであと1時間、搭乗まではね、あと10分ぐらいですけれども。はい、機材はね、駅と同じ737-800ですね。3列のシートです。まあ帰りもパンパンだとは思いますね。割とまた後ろの方に取りました。では今からシンガポールに向かいます。はい、間もなく着陸ですが、すごい船の数ですね。本当にね、シンガポールがね、世界の物流の要衝だっていうのがよくわかりますね。上から日本軍が真っ先にね、戦争の時に真っ先にここを攻めにかかったというわかりますね。はい、シンガポールに戻ってきました。今日はね、ここで一泊して明日の朝の便で帰ります。で、東京には、成田にね、夕方着くと、そういう感じですね。ではまず入国して、ちょっとだけジュエルを見たりしてですね、そしてホテルの方に向かいたいと思います。ただいまの時刻は14時です。はい、ここはジュエルの大幕府ですけどね、なんかね、故障なのか掃除してますね。いつ落ちてくるのこれ。メンテナンスが5日間続くみたいなこと書いてあります。ちょっと後でちゃんと英文訳してみますけど、ひょっとしたら珍しいものが見えたかもしれません。はい。じゃあシンガポールのお宿はですね、ヒルトンガーデンイン、ヒルトン修行的なものも兼ねて、シンガポールで一番安いヒルトンに泊まって
ってます。部屋はこんな感じですね。ダブルベッド。まあ、なんつうか、機能的ではあると思いますよ。そんなに広くはないですけれども。綺麗ですね。はい。で、あとね、机がちゃんとあるんですね。そして、ここに椅子があります。で、枕元には、ちゃんとユニバーサルな電源、それから USB ありますね。大きなテレビがあります。ドリアンは持ち込んではいけません。タバコを吸ってはいけませんということですね。ミニバー周りですけれども、まず冷蔵庫からですね、水が無料のが2本置いております。そしてヘアドライヤー。そして、セキュリティボックスですね。はい。で、これがそのままオープンな形のクローゼットです。スリッパありますね。あとアイロン台。はい。水回りコンパクトですけどね。まあ綺麗ですね。壁から生えたような便器。そして、バスタブはないですけどもね。シャワーがあります。で、半透明で部屋の明かりが見えるようになってましてね。まあ、なかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、こんなところです。はい、こちらがね、今日泊まりますヒルトンガーデンインです。場所はね、めちゃめちゃインド人街なんですよね。今、鐘がおそらくそのヒンズー寺院から鳴り響いてます。この後ね、すでになんかね、こっちがホテルで、これがもうヒンズー寺院ですね。なんかもうヒンズー教のなんか神様がこんなところに飾られてたりします。牛はヒンズー教においては神様なんですね。はい、ぐるっと回っていきましょう。これが寺院のメインエントランスってことですね。うわ、すげえ、こんなんです。こんな、まあシーロム通りでもね、シーロム通りにこういうの見たことあるんですけど、そんな感じですね。あ、いいな。これがヒルトン、裏にね、ヒルトンガーデンイン見えますね。これがヒンドゥー寺院です。いや、いいっすね、これ。はい、それじゃあね、ホテルの窓から、先ほどの鐘が鳴り響いてたヒンズー寺院を裏手から見ながら、これでエンディングとさせていただきます。5泊6日のね、正月来月です。マレーシア4泊、シンガポールに1泊ですね。あとは帰るだけということです。はい、皆様本年も、本チャンネルをよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。